はい、こんにちは、やすさんです。こちらの動画では速報として、お伝えできればと思います。リップル XRP 高騰 SEC が CEO らへの訴訟を取り下げるということで、今回ですね、SEC の方が、ブラッド・ガーリングハウス CEO と、あとクリスチャン・ラーセン、さんのね、個々に対する訴訟の方を取り下げたということで話題になっております。で、今回ですね、そちらに関して、著名人、内容と、あと著名人の意見の方ですね、まとめましたので、そちらの方をですね、順を追って、解説をしていきたいと思います。まずですね、弁護人、元連邦警察官の検察官のジェームズ・K. フィランさんですね、いつも通り情報の方、共有の方をしてくださいました。ツイッターのリンクこちらに載せておりますので、今回の動画の概要欄の方に、今回の動画の元記事のリンク貼っておきますので、そちらクリックしていただいて、ツイッターリンククリックしていただきますと、原文の方を見ることができます。速報ということで、ブラッド・ガーリングハウスと、クリス・ラーセンに対する訴訟を取り下げということで、こちら内容の方ですね、共有の方をしてくださってます。こちら文章の方もね、添付の方されておりまして、こちらになります。で、内容の方がね、和訳の方こちらになります。原告証券取引委員会 SEC は、被告クリスチャン・ラーセン及びブラッド・ガーリングハウスに対する SEC の継続中の請求の合意による棄却について、謹んで当裁判所に通知すると。当裁判所の2023年7月13日付命令は、被告個人がリップル社による XRP の機関投資家向け販売で1933年証券法第5条に違反する行為を幇助したという SEC の主張を裁判にかけることを決定しましたと。しかし、それは当事者はこの請求を棄却することに合意しましたと。で、この自主的な棄却により、この請求について予定されていた裁判の必要性はなくなり、2023年10月3日のスケジューリングオーダーは無効となると。SEC とリップル社は XRP の機関投資家向け販売に対するリップル社の第5条違反行為に対してどのような救済措置が適切であるかという本件の懸案事項に関して想定される準備書面のスケジュールについて会合し協議する意向であり、謹んで2023年11月9日までにそのようなスケジュールを裁判所に提案するか、当事者が合意できない場合は争う形で裁判所に準備書面のスケジュールを求めることを丁重に要請しますと。ちょっと難しいようですがね、ブラッド・ガーリングハウス CEO とクリスチャン・ラーセン、会長ですね、その2人に対する個々のね、個々人に対する訴訟の方は取り下げたと。ただね、このリップル社に対する罰金だったりっていうのはまだ協議する可能性が残っているということでも書いておりますので、またね、そちらも引き続き追っていきたいと思います。で、リップル社の共同創設者兼会長のクリス・ラーセンさんですね。この3年間私たちは悪徳行政機関を目の当たりにしてきた。このような根拠のない、主張につながった利益相反の調査だけでなく、何千もの雇用を海外に移転させ、技術革新の本拠地としての米国の世界的地位をいかにして積極的に崩壊させたのか、その責任を問われる必要がある。もうたくさんだということでね、コメントされてます。で、ブラッド・ガーリングハウスさんですね、CEO です。今日はさらに良かったリップル3、SEC0、真面目に言うとクリスと私は SEC の標的にされ、私たち個人と多くの人々が10年以上かけて懸命に築き上げた会社を破滅させようとする残酷な攻撃を受けたと。 SEC は SBF のような企業との密会を繰り返しながらボールから目を離し、米国の消費者と企業を守るために何度も何度も過ちを犯した。何百万ドルもの税金が無駄に使われたことだろうと。ようやく汚名返上ができて気分がいいと。で、あとリップル社法律最高顧問であるスチュワート・アルデロティ氏ですね、もツイートのされてまして、 SEC はブラッドとクリスを個人的に追及したのは重大な過ちでした。そして今彼らは降伏し、私たちの幹部に対する全ての告発を棄却しました。これは和解ではない、これは SEC による降伏であると。7月13日の法律上 XRP は証券ではないという判決、10月3日の SEC の中間上訴を却下する判決、そして今回の判決を含めリップル社は3連勝となったと。で、YouTuber 兼、弁護士のジェレミー・ホーガン弁護士ですね。訴えられるのは楽しいことではない、夜も眠れない、いつも頭の片隅にある、だからブラッドとクリスはとても幸せだ、そして今はそれだけで十分と。
で、あと、リップル社が証券取引委員会 SEC に支払う小切手の額だけが法的な問題として残るためですと。さあ、私は言った、あなたはもう満足ですかと。だからまだリップル社の訴訟だけはね、会社に対しての訴訟はまだね、罰金という形でまだ残っていると。で、ジョー・ディートン弁護士ですね、私が言ったように SEC は絶対にこの件を裁判に持ち込むつもりはなかったと。で、弁護士デジタル資産愛好家ビル氏ですね。ブラッドとクリスにとって素晴らしいニュースだ。来年の4月の裁判はないと。これで私たちは罰金裁判の段階に移ることになると。そうなれば誰が何を訴えているのかが分かるだろうと。事前提訴棄却とは最終的かつ恒久的に棄却され、再提訴が不可能であることを意味すると。これは個々人に対する、判決、個々人に対する棄却があったので、それに関しての意味かと思います。で、暗号通貨の法律顧問サービスのホドルローを運営しているフレッド・リスポリさんですね。これはここには多くの意味があり、この訴訟はまだ多くの可能性があります。SEC にとっては悪いことばかりで、リップルにとってはやや悪いことばかりだと。本当に言葉で説明する必要があるが、私の考えをまとめると以下のようになる。まず SEC が認めている棄却はただ、ブラッド・ガーリングハウスとクリス・ラーセンに対する訴訟はデタラメだったということなのか、それとも裁判所が SEC をもはや一般的に信用できないと判断したということなのか。前者は賠償段階での長く苦しい準備期間と控訴を示唆している。後者は最終的な和解が目前に迫っていることを示唆している。訴えられたブラッド・ガーリングハウスとクリス・ラーセンの気持ちはよくわかるし、早急に終わらせたいと思うだろう。彼らが訴訟に勝ち SEC の正体を暴くことは明らかだった。それなのになぜそれ以上のことをせずに、たとえ不利な条件であっても自主的に却下することに同意したのでしょうか。リップル社との最終的な和解はより可能性の高い選択肢ですと。レターには当事者が救済措置の説明スケジュールについて協議していると書かれているが、私の推測では私がこの文章を書いている間にも和解金額が弁護士たちの間に行き来しているのではないかと思うということで、そういった形でね、もうよりね進んでいってるんではないかと。で、アメリカニュースチャンネル FOX のですね、アメリカニュースチャンネル FOX ビジネスのジャーナリストのエネロア・テネットさんですね。リップル社の、じゃあ次のステップはと。SEC がブラッド・ガーリングハウスとラーセンさんですね、に対する告発を取り下げた今、リップルの7億ドル以上の機関投資家向け販売に対する適切な罰金に関して、両当事者の間で、罰金局面でのさらなる訴訟が起こることを想定していますと。弁護士によると、リップル社は罰金を減額できる可能性が高いが、SEC は自画自賛のために相当額を要求するだろうとのことだ。彼らは大喧嘩になるだろうと言っていますと。しかし SEC はまだ XRP のプログラム販売っていうのは二次流通販売ですね、その他の分配に関する、トーレス判事の決定を不服とすることができることに、注意してくださいと。不服としてね、上訴する可能性はまだ残っていると。このね、トーレス判事の判決についても。で、トーレスは10月3日、SEC の中間上訴請求を却下し、裁判が終わるまで待つべきだと述べたと。現在裁判は行われておらず、SEC は罰金刑の後に上訴する可能性があると。全てが終わった後に、控訴といった形に進む可能性もまだ残っていると。で、しかし全体的に見れば、これはリップル社や暗号業界全体にとって大きな勝利であり、SEC にとってはまた新たな敗北の山を築くことになると。SEC 自ら棄却したわけですからね、また不利な方にね、進んでいく可能性があるということで、だから今後はですね、まだその個々人に対するのものに関しては却下されたけど、リップル社に対する、会社に対する賠償とかね、に対する罰金に関してと、あとはトーレス判事のものに関しての上訴という形でまだ残っておりますので、今後ですね、またそれに関しても進捗ね、ありましたら僕の方でまたまとめてですね、共有の方していきたいと思います。ということでね、結構大きいニュースになったかと思いますけども、今僕の方ではですね、リップル関連、推進関連ですね、あと XRP レジャー関連、すべてですね、毎日海外の方から情報の方を精査してまとめております。できるだけ動画も毎日配信できるように頑張っておりますので、よかったらまた別の動画を見ていただければと思います。また質問に関しても受け付けておりますので、動画のコメント欄、概要欄の方に僕の公式 LINE のリンク貼っておきますので、何か気になることとございましたら、暗号通貨全般の質問も受け付けておりますので、よかったらね、お友達追加してコメントしていただければと思います。
はい、ここからはですね、宣伝になってしまいますが、リップル仮想通貨投資で法人化に成功したやっさん LINE 公式アカウント開設、仮想通貨に関する悩みを専門家が回答しますということで、今僕の方ではですね、仮想通貨、暗号通貨の疑問をですね、気軽に、聞くことができるですね、LINE サービスの方を、提供の方をさせていただいております。何かね、気になることと、わからないこととですね、ご不明点とございましたら、こちらの方からですね、お友達追加していただいて、僕の方にですね、コメントをしていただければ、僕が直接ですね、コメントの方に、返信の方をさせていただいております。またですね、こちらの LINE では、1、本当は教えたくないハイブリッド資産運用法、2、投資経験ゼロでも毎月10万円目指せる投資手法。3、ブログ、YouTube では言えない仮想通貨の裏情報、などのですね、限定で配信させていただいております。特に、初心者だけど、投資で毎月安定して10万円目指したいって人には、かなりですね、有益な情報になると思いますので、この機会にね、よかったら、お友達追加していただければと思います。動画のコメント欄、概要欄の方に、僕の公式 LINE の登録リンクですね、貼っておきますので、そちらからですね、お友達追加していただいて、コメントしていただければですね、すぐに、ご対応させていただきますので、よろしくお願いいたします。